今回は西野が辞めても白石、白石が辞めても飛鳥、飛鳥が辞めても山下がいる。山下だけ小物すぎないに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。西野が辞めても白石がいる。白石が辞めても飛鳥がいる。でも飛鳥が辞めたら誰もいない。カウントダウン TV 見てエース不在の乃木坂にすごい危機感持ったわ。むしろ西野白石飛鳥の方が格下の小物だろ。割と年齢いくまで在籍してたのに外で勝負できる才能実力実績なしで担がれてただけ。西野は秋元康の顔でなんとか女優としてアピールはできたが他は。山下はまだ23歳で朝ドラからの他ドラマ掛け持ち。飛鳥が一番下っ端だろ。白石は写真集、西野は握手、山下は朝ドラ。飛鳥って何を残した？堀や遠藤と同じで運営に気に入られてセンターやっただけで何も残してない。飛鳥の課題評価は異常。乃木坂の終焉。それはあなたの感想ですよね。他の乃木坂メンバーを叩くのとスレを荒らすために浪人を買ったのかこのクズ野郎。顔は火にならないくらい大きいけど。資質で劣るところもあるんだけどスタイルといいそれを跳ね返してついにアイドル界の頂点に来た。すごくね？頭の良さ努力根性と何より強運持ってる。乃木にグループに運を持ってきてほしい当てるかもよ。アルノタンがいる。山下は3期生というだけで過小評価されてる。現実は1期の誰より外で女優タレントで売れてるけど。飛鳥だって最初は干されだったろ。水木ちゃんはもう大物クラス。4期にエース感ある子おらんしな。そりゃ3期で山下より序列が上だった与田やら大園やらが勝手に自爆したからな。要は対外的な知名度のこと言いたいんだろ？逆に聞くが今のモームスや AKB に誰がいるか一般層はわかるのか？って話。乃木坂だって例外じゃない普通のことなんだよ。西野はたまたま秋元ドラマでちょっと跳ねただけ。白石はドラマもレギュラーのバラエティも爆死続き。飛鳥は卒業後の芸能活動自体が不透明。確かに山下が一番マシかも。水木はプロアイドル。山下ドラ1だったけど開幕スタメン与田大園だったんよ。でももう1500安打打ってる。山下水木の性格は投手向きでしょ。どう見ても。どう考えてもキャッチャー。むしろ山下のが格上やろ。山下はホームラン打てないけど安打率高いから。朝ドラ出ても知名度は不倫与田に負ける悲しさ。知名度の高いメンバーを出せれば乃木坂を逆転できる環境になった。日向坂の小坂覇気がなくなったので無理。桜の炎、天、守屋は有名になる可能性あり。イコラブの意味詳しくないのでわからんが美人はいるようだ。ルセラフィム紅白で見たけど美人なだけだな。20部細工で無理。というわけで乃木坂はしばらくトップは揺るがない。山下は朝ドラ出演で秋元秀が取れてよかった。実績に秋元のカゴで秋元康秀がプンプンしてる OG も現役メンバーも外ではダメ。秋元秀しない生田は現役時も卒業してからも外で活躍。山下はよくやってるよ。サンスグルが偉大すぎるだけ。別のスレで山下はエースというより生田ポジという指摘を見て納得してしまった。わかる。遠藤が見た目やキャラ的に酸欠ポジに近いんだけど、外に出すには頼りなさすぎるんだよね。近くないけど頭おかしいの？山下美月、オールスター感謝祭優勝、格付けで一流芸能人、朝ドラ出演、連ドラ出演多数。23歳の時の白石西野飛鳥ってこんなんだった？次のセンターで運営の方針の答えが出るだろ。俺は井上だと思う。6期生7期生が入る頃には昔は山下という圧倒的エースがいてって話してると思う。もう B 級アイドルグループだよ。安心しろ。井上凪がいる。まあ、思い出補正だろ。去年の山下のタレントパワーランキングが 14.2% で西野の2018年が 14.7% しかないからな。これで朝ドラ後に計測したらもっといくだろうし西野のアイドル時代のタレントパーは余裕で超えるぞ。
乃木坂内での話なら大きくなっていく時のセンターは偉大ってことで話は落ち着いてしまうが、外からの目線で言えばアイドルやってモデルやって役者やってで今までのエースと遜色ないのでは。それは一気が強いだけだから。どう小物なんだよアホか。アスカなんか運営にご利用しされただけで山下より何が優れてるってんだよ。アスカちゃんを悪く言うな。山下より乃木坂ファンはアスカの方が好きだ。これは覆ることがないこと。アイドルとして優れている。お前が勝手に言ってるだけのことを何をファンの総意に変換してんのアホか。でも山下の方がファン少ないじゃん。どこにファンの数を計測してんの？お前の脳内なんかどうでもいいんだよ。お前の脳内もどうでもいいだろ。お前が脳内最初に出したんだから。どこで計測してるのかお前は何か言うたびに出してな。もうこの歌の反応がまさに小物集。余裕がない。先輩たちのおかげなのにドヤ顔のバカがいて草。1期と3期のキャリア差が5年として、5年前のタレントパワーで山下と比べてどうかを見ればわかるな。仮に5年前と現在で TikTok で全く同じ動画をアップしたとして再生数やらいいね数で人気の比較ができると思ってんのか？ 1期生を超えるとしたら書き作だろうね。3期生はなんかおつぼね様感なんだよな。そいつらが朝ドラに出る未来が見えない。秋元康のクソドラマにしか出れないレベルなのに。朝ドラに出たら何って話だし乃木坂は朝ドラに出ることを競うグループじゃないからな。いつから3期は NHK のドラマに出ることが乃木坂のゴールだと勘違い出したんだ？やめたれ。オールスター感謝祭朝ドラ写真集売り上げ、全部乃木坂のおかげで草。遠藤書きとか小物すぎて話にならん。3期の方が小物だろ。単独センター1回しかやったことないじゃん。お前頭悪すぎ。そんなの大人の単なるさじ加減で本人の実力じゃねえだろ。じゃあ朝ドラも全部そうじゃん。はぁ？乃木坂の立ち位置と朝ドラが一緒？どこまで頭悪いんだ？乃木坂でセンターに起用しようというのもふるいにかけられて選ばれた一人がなってるんだが。もちろんそこの競争には3期生もいて4期が勝ち取ってる。今の山下に関して白石西野より上の可能性ある。そりゃ占いならその2人の方が人気なのかもしれんが。運営にセンターにご利用しされても外で全く使えない。それが4期。俺が4期だったら生きてて恥ずかしいから穴に入るわ。そもそも山下がいるって誰も言ってなくない。グループとして1期を上回ることなんて無理だし。3期は運営が決めたエースが抜けてそれを支える役目だったのが失った中心を各々少しずつ補完してるからなんか強く見えちゃうんだよな。いや1人しか辞めてないんだから当たり前でしょ。アイドルグループ的に4番手か5番手のところからトップに上り詰めたのはオタも高揚感あってその過程でのエースを評価しがちだけどトップ維持できるエースもまた同様にすごいよ。嘘だと思うならプランクやってみ。維持するの大変だから。3期は放っておいても外仕事で女優で売れてるから、売れてない4期を占いでみこしに担いでるだけだろうな。1期も生田みたいのはセンター路線から外されてたし。それが勘違いなんだよな。3期が放っておいて勝手にやってると思ってるから勘違いしちゃうんだな。朝ドラも運営が口聞いてるしオーディションに送り出してるのも運営の意思だよ。運営の戦略とも知らずに山下与田久保岩本が勝手に同時期に映画やドラマのオファーが来てると思ってるならお花畑だな。本当に美味しいのは外仕事の経験だからな。3期は絶賛むさぼり中。水木はどこまで行っても参謀サポート係でアスカが辞めてもカッキーとヨダちゃんがいるでいいんじゃないかと思う。でも花という面では山下の方が勝ってるとは思う。大河主演、朝ドラ主演、月9主演、日曜劇場主演、このどれか勝ち取るまではみんなどっこいどっこいです。アカデミー最優秀主演、最優秀助演も追加で。乃木坂四天王イコール白石、西野、飛鳥、生田、以下同列だと思う芸能界では。占いではオタがああでもないこうでもないと決めてくれるが。乃木坂がつけばな。つかないなら、斎藤とか深川とか井上さゆりとかの方が地に足ついてる感じするけどね。
朝ドラだって深川も出てるし長浜ねるも出てるし松井玲奈だって出てるんだから橋役ぐらいではしゃいでるのが小物っぽい原因でしょ。その辺は卒業した後だからね。しかも大手事務所に移籍した後のバーター出演。革命児がウォーミングアップしてるから。山下オタですら福原遥に負けてるって認めてるそんなレベルのビジュアル。前は武田玲奈にも負けてたし白石は本田翼に西野は石原さとみに同等以上でやってたわけでビジュアルグループのエースが女優といえど簡単に負けたらダメ。それすぎる。まあ白石も劣化したし今の乃木坂に女優クラスのビジュアルはいないけど井上の成長には期待しているが。山下はスタイル悪すぎる。素直に井上をしとけ。アミューズの軍門に下るのは尺だがしゃあない。どっちもスタイル悪くて草。どっちも可愛いしスタイルいいだろ。さっき舞い上がれで長浜ねると福原遥共演してたがねる福原遥にビジュアル圧倒してたな。さすが坂道歴代最強ビジュアルだわ。顔もスタイルも両立してる人乃木坂に一人もおらんよな。どっちかなら持ってるの多いけど。実績だけ見たら誰も果たしてない朝ドラ。他にもテレビドラマの女優としてここまで活躍したメンバーはいない。白石、西野、飛鳥に共通するのは村内での超絶人気。それは全国握手会で顕著だった。ミーグリでは枠が決まってるから与田、柿、遠藤との差は待機人数など見てもわかりやすい凄さは感じない。ソロセンター回数も1回だけ。センター脇を続けて、アルノ離脱のアクチュアリーではアスカとダブルセンターもしてる割に記憶に残らない。そこら辺かな。朝ドラ主演ならすごいがたまにちょっとだけ出てくるだけだからな。乃木中で女優いじりするのやめたれよって思うわ。女優いじりは乃木中の伝統です。あの困った状況で斎藤と共にセンターだったんだからすごいに決まってんじゃん。斎藤飛鳥さんは世間的には有名人ですか？昔の前田敦子さんや大島優子さんくらいですか？はい。日本の芸能人美人ランキング。6位白石麻衣、30位斎藤飛鳥。35位西野七瀬、44位山下美月。前田大島は県外。内田や石田もすごいが若村真由美さすがだな。NHK 公式動画、斎藤飛鳥紅白ラストメッセージ8万再生、福原山下の紅白舞台裏対面42万再生。まあそういうことだ。これが村内と村外の差だな。世間からの注目度が違う。村内でどんだけチヤホヤしても外には響かない。いやアスカのは紅白のツイッターに同じ動画が上がってるからな。全部足したら50万超えてるから2対1で朝ドラは負けたんだよね。しかもホームのチャンネルで。ゴリ押しではなくオーディションで勝ち取ってるからな。ちょっと比べるのが恥ずかしくなるレベルなんよ。山下は仕事熱心やから芸能界受けはすごいし、今後も色々出るだろう。いくら朝ドラって言っても助演止まりだとやっぱり大物とは言いづらい。まあ朝ドラの助演まで行ったらいい枠で主演女優もらえてもおかしくないとこまで来てる。外堀から埋めてるから、少なくともゴリ押しだとか言われたりする感じではない。まあ人気なんてもんはな、俺が面白ショート上げてそれが偶然ジャスティン・ビーバーやクリロナの目に留まりツイッターに上がったら俺でもいきなりテレビに呼ばれるのよ。山下は白石西野飛鳥と比べるとビジュアルが劣ってるから仕方ない。マイアンはともかく西野や飛鳥は外仕事の活躍なんか村内エース評価対象に含めてないだろ。西野も今日の時代劇出るし乃木坂全体で NHK 出てるな。運営も改善点が知名度と思ったんだろうな。この至って3期生だけ以上に過小評価されてるからね。アスカちゃんの後継はもうちょいスタイルいい子にしてくれ。後継は遠藤でいいんじゃない？似た者同士で。基本的に何かを成し遂げるメンバーは後継なんて望まず自分の道を進むと思うが。4期ってすごく推したイケメンバがいない。嫌いではないんだけど。4期は取り方が異常だったからな。3期までとは明らかに違う。いつもの山下お互い一般層の受けから乖離した持ち上げ方してくれるから大丈夫だろう。朝ドラやってるトップアイドルが書き初めで仕事くれはやりすぎな気はするがそれが山下といえば山下。そもそも乃木坂らしくないんだよな山下。
山下がそいつらに勝つことは不可能だと思うけどな。なぜかって思い出補正って本当にエグいから。和田とか思い出してみろよ。村内のモノマネとか頭脳王で活躍したぐらいだけど、一期生の和田真彩ってなると、なんか崇高なメンバーに思えてきただろ？肩書きがつくだけで。村内での握手やら再生回数やらの村数値いくら高めても過去補正には勝てないから。山下とかはそれがわかってるからこそ外での功績で過去メンバーを超えていこうとしてるってこと。それをしてくれる現役メンバーがいるから箱が継続してる。延々にアホみたいに村争いしてたら箱が消える。以上、西野が辞めても白石、白石が辞めても飛鳥、飛鳥が辞めても山下がいる。山下だけ小物すぎない？に対するオタたちの反応でした。水木の評価が低すぎてびっくり。まあ一期生の思い出補正ってのはわかる。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。